たい。
はい、ここまでご視聴ありがとうございます。この作業台、まあいい感じにできましたね。このフレームなんですけど、120mm のビスで固定して、こっちは横から、縦は被らないように、こういった方向で刺してるんで、直角なり、カットした面をきれいにクランプで固定した上で、ビスで打ち付けるので、割と綺麗にこの金が出しやすいやり方かなと思います。なので割と慣れてない方が作るにしてもしっかりとした寸法さえ間違えなければしっかりとこう綺麗なフレームが出来上がるのではないかなと思います。天板に関してはこういった端材を上からと横からと下穴開けて、横方向はフレームにで縦方向は板に打ち付けてるので、仮にこれが傷んでもまたビス抜けば取れるのですぐに付け替えも可能になるので、天板の交換も簡単にできるので、まあいいやり方かなと思います。まあ、別にこういった端材使ってやらなくても L 字のステーとか L 字の金物使ってもいいとは思います。で、あえて中の方は備え付けというか中の方はあえてこういった感じで取り外しできるような棚にしてます。どうしても固定で入れてしまうと後々使い勝手悪いなと思った時に変更しづらいというのもあるので、今はそういう感じで棚の方はいつでも取り外しできるような形で使っています。で、良かったなと思うのがこのバイス台ですね。バイス台は結構使いますね。これは本当に便利です。Amazon で買った5000円くらいのものですけど、まあ本当によく使ってますね。で、このドッグホールなんですけど、ほどほどに使ってはいます。例えばこれどこでも入るようにここでも入りますし、ここでも入るんですけど、はめて材料を置いて、カンナかけるときにちょっとカンナの調整が下手くそすぎてうまく削れないんですけど、こういった感じでドッグホールの方は使ってます。あとは横にクランプやパーツクリーナー、ボンドなど入れるスペースあって、これも意外と便利ですね。やっぱり作業台のすぐ近くにあると使い勝手いいですね。で、一番気に入っているのがこのレベリングキャスターですね。ここのちょっと見にくいですけど赤い部分を回すと設置している樹脂が浮くので、まあ重たいんですけど、この作業台レベリングキャスター剥げればこういう風にちょっと上げが足りないとこうやってぶつかるんですけど、こう
こういう風になので作業台の下が汚れてるとか、ちょっとなんだったらこれを普通に別に登って使うことも十分できるんで、ちょっとガレージの上の方に用があるときはこうやって台にしたりしてますね。作業台ってあれですよね、ワンピースでいうところのゴーイングメリー号、船みたいな、そのちょっとこう夢のあるというか、このフィールドから何を作り出すんだみたいな、なんて言うんだろう、これがもうスタート台みたいなもんだと思うんで、やっぱうまくできてよかったなという思いはありますね。本当 YouTube には器用な人らたくさんいて、いろんな、JSK さんとか安弘さんとかそうですけど、本当にかっこいい作業台とかジグとかたくさん作られてていいなと思って、僕もこうやって真似して作りましたけど、ちょっとねこれをねスタート地点としてどんどんいろんなものを作っていきたいなと思ってますので、またタイミングが合えばたまに動画アップするんで見てください。ということでご視聴ありがとうございました。